あ、紅白いい時間だよ。紅白見たって面白くないから、もうみんなこっちの方が面白いよ。それではですね、あ、始まっちゃう、始まっちゃう。今日はマルゲアの話なんですけど、おっと、梅抜きの出会いの話なんです、今日は。おー、始まる。それではエピソード1、マルゲアにていきたいと思います。使徒襲来。昔ですね、はい。大丈夫ですかね、話しちゃって。あ、流れて、これ、ね。森にこれ、なんか流れないんですけど。純愛ラブソティへ行かさせていただきたいと思います。それはですね、行きたいと思います。昔ですね、俺がロキさん。はい。スト 2X、音小さい。音は小さいみたいです。大丈夫ですか？音大丈夫ですか？皆さん聞こえてますか？面白い話入りますよ。音大丈夫ですかね？大丈夫。あ、オッケー。ありがとうございます。それでは、はい。話していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。ですね、昔、やっぱ格ゲーをやった時は、やっぱスト2を、たしなむ程度にやってたんですよ、スト 2X。あ、やっぱごめんなさい。それは抜きさんの話。それは俺の話です。あ、抜きさんの話。はい。その時に、まあ、秋葉原ね。俺、家が秋葉原の結構近くなんで、あ、そうなんですか？その時に、梅原と初めて出会った時の話なんですけど、その時にまあ、チュンリーをちょこちょこ、たまに遊びで使いに行ったら、秋葉。その当時の秋葉セガって言ったら、行けば対戦相手がいるっていう時代なんですよ。あー、その頃。100円でようやっとったなと、ターボ4で。1分っすよ。お小遣いもらったら自転車秋葉原みたいな。それで、抜きさんそれでガロスペやったり、小学生ぐらいか、中学生ぐらい。中2、3ですね。で、まあやってて、その時にまあチュンリースカイだったんで、そこの秋葉原チュンリーって人がいたんですよ。それが梅原との出会いなんですけど、の話なんですけど、まあたまたま秋葉原に久々に行ったら、秋葉原チュンリーが、いやこれさ、この人、梅原くんって言って最近出てきて、超強くてさ、みたいな。いきなり超すごくなってんだよね、みたいな感じで言った時に、梅原がその時はガイル使ってたんですよ。梅原さんガイル使ってて、ソニック一生打って待って、飛んできたらサマー打つだけ。これ何が強いんだと。こいつ何強いのみたいな。ちょっと抜きさんに火がついてしまった。てか、俺たちがやっぱその中学校高校の時の初めって、ハメとか街とかがみんな嫌いだったんですね。そういう暗黙の了解で、固め投げがダメ。そう。一生攻め合おうね、みたいな。その中で梅原断固として、ソニック、大パン、ソニックブーン、大パンチ、ソニックブーン、しかやんないに100連勝ぐらいしてるんですよ。こいつ何なんだと。こいつ強いけどつまんないっすよ、こいつ。つって言って、俺の中でその梅原大吾は、俺の中で一回終わったんですよ、そこで。こいつちょっと、ビビリだと。情けない男だと。ビビリっていうか、そういう人いるんだ。でもちゃんと別に X とかやってないし、すごい人出てきたけど、こんな人が有名になっちゃったら、ちょっとこのゲーム寒いよね、なんて、やっぱその中学生の時の気持ち的には思ったりして。そうなんですよ。で、それでですね、俺が02を地元でやりつつ、全国大会にハガキなんか送って、初めて出た全国大会、02。どんなやつが出てくるんだと、02。俺ちょっとチュンリー使って浅草じゃ負けねえぞみたいな。でもライバルの小学生の友達の加藤吉にはいい勝負なんですよね。ローズスカイの加藤吉。小学校の時からの同級生のずっとやってた02。それを加藤吉ずっと一緒にやってたんですよ。ヴァンパイアもリアルバウトとかも一緒にやってたし、バーチャも2もちょっと遊んだりとかして、で全国大会加藤吉と行ったらいきなり優勝っすよ。加藤吉が一番強えじゃんって。おい全国かよこれがっていうびっくりですよ。俺らがやってた対戦はそう俺たちがやってた対戦って全国1位2位レベルの対戦だったみたいな。びっくり。どんだけレベルの高い試合をやってたんだか。そうなんですよ。それで、高校1年の時なんですよそれが。でやっぱ高校が楽しくなっちゃって、バンドやったりとかカラオケ行ったりとか麻雀とかにハマってゲームやめちゃったんですね。俺ちょっと離れた時期。その02でなんかいろいろ仕事もらったりとか、そういうなんか組手の仕事もらったりとか、大会にいろいろ呼んでもらったりとかして、まあいろいろその時は02やってたんですけど、高校がやっぱちょっと楽しくなっちゃってやめたんですよ。ちょっとゲームから離れちゃったんです。離れたんですよね。それで高校2年のまあ初めぐらいにヴァンパイアセイバーっていうゲームが出たんですよ。セイバーが出た頃、ロケテスト巣鴨キャロットにあって、その時に行って、ハンターの新しいハンターもちょっとたしなむ程度にやってたんですよね。モリガンをずっと。で出たっつって、やべえ
モリガンじゃない、リリス出てんじゃん、みたいな。青とか似てる、みたいな。ニューキャラ出てるよもうええ、みたいな。女ギャルマニアの俺としては。使いしかアルバイト。そうなんですよ。それで、チャリンとやりますよ。はい100連勝しました。やっぱ俺ちょっちゲーム上手いから、みちょたいな。っと天才すぎやすと。ちょっちゲーム上手くね、ちょっみたいな。ちじゃねえから。で、リリスで100連勝して、はい。やっぱゲームって上手い人いないのかな、みたいな。ちょっと興味がなかったんですよ、この業界に俺は。実際だってその頃やっちゃったら、過渡期以外には負けないんで、何やっても。も。抜きさんぐらい強かったらで、そうその時なりますわね。まあなっちゃってて、ええで、その時に、そこのロケテストで、はいゲームの友達が結構できたんですよね。あそれが今でいうヤンキーモリガンとか、はいクゼッポのジェダとか、まあ6多分もうサードしか知らない。ちょっと前の人なんです僕けど、はわかんないですね。まあ坂本キュービーとかサスニーのサスカッチとか、ええまあその辺と知り合いになって、はい。マルゲアの大会行かないって言われたんですよね。大それが会。噂の池袋の池袋マルゲア大会第1回ですね。ヴァンパイアセイセイバーのバー。大会があるよ。そうなんですよ。あるよって言われて。で、はい。まあ久々の大会か。行ってみるかってなって、はい俺行ったんですよ。なるほど。そしたら、はいそこに、はいあの時のガイルいるじゃないですか。ソニック、ガイル様、うんソニック、ソニックアッパー。スマシガオガイル。クッソ寒いガイルがそう。いるこお、スマシガオガイルじゃんと思って。いるよって思ったら、その時に、まあ俺も行って、俺も行ったんですよ。はいその時に、はいリリス、優勝だよね、俺って思いながら行ったら、はい梅原にガーキャンだけでやられました。ちょっと待ってっつって。何この人、待ってるだけじゃねえじゃんっつって。本当の天才が、と。はい。いたんだっていうのに、俺は、もうそこで、感動しちゃった。感動を覚えたんですよ。とうとう生まれて初めてゲームで。とうとう敵が来たと。加藤加藤吉を超える奴がいたと。加藤吉さん相当すごいっすね。うわ、これやべえわ。ちょっと本気で、はこいつと戦ってみて。その時にはい。まあ、リリスからモリガンにキャラを変更して、えいろんな大会に出ました。梅原毎回います。あの当時、大会商品、プレイステーションとかなんですよ。お梅原大会嵐っすよ。もうどこ行ちっても。ぎっては投げ、ちぎっては投げ、プレステもらっては売って、プレステもらっては売ってですよ。そんで、マジかもう、後からの聞いた話なんですけど、ええいや、02チャンプっしょっていう、超バカにされてんすよ、俺。02チャンプじゃん、初戦っつって。ええそんなの、ゼロなんて子供のやるゲームって言われてたんですよ。はい。ゼロは子供のやるゲーム。やっぱやるなら X でしょって。なるほど。ゼロは子供向けに作ったゲームだってずっとバカにされてたっていうのを後から聞いて、ま後から聞いたあと、どんどん時しが経って、俺が聞くことになるんですけど、なるほど。それで、はい。まあそこで俺が横浜レイレイに会って、はいレイレイにキャラ替えしたりとか、はい。して、梅原にちぎっては投げのところに俺も入って、挑むんですけど、いや、023分には負けないって言いながら、当たっても一回も勝てないんですよ。やっぱりちぎって投げられた。もうちぎっては投げ。でも、もちぎられたんですか？俺も梅原以外には勝てるようになってるんですよ、レイレイとかモリガンでは。ええで、ヴァンパイアの世界でも、ちょっとはヴァンパイア強くなってきたなって自分的にも思ったりとかして。はい。でも、やっぱり梅原大吾には絶対勝てない。梅原大吾さんだけはちぎって投げられちゃうんです投げられちゃうんですよ。マジっすかなんなんだこいつだと。すげえその感動が未だにもう忘れなくて梅原信者なんですけど、なるほど。やっぱはい。生まれてから、ええこんなにすごいなと思ったやつには、やっぱ梅原しかやっぱ会ったことがない。未未だになんですよね。それは10年かけても。そんなにすごかったんですか？マジですごかったんです。それで、はい。全国大会があると。ゲーメスト杯。セイバーで。俺前回チャンプだよ。02っていう感じなんですよ。はい。でも梅原出るんだよな。梅原本気で練習してるんですよ。で、あー梅原はジェダからビシャモンにキャラを変えてます。ええ。で、俺も、まずリリス使ってました。ええ。モリガン。梅原絶対無理。ビシャモン無理。レイレイ、絶対ビシャモン無理。なんですよ。今でも実際ビシャモン超きついんですけど。はい。じゃあ分かったよ。こいつセンスで競ってやるよ。ビシャモンにキャラ変えました。とうとう、大抜きビシャモンが発動。なるほど。予選取れなかったですね。そっからビシャモンにキャラ変えてから、はい全国大会までが4、5ヶ月しかなかったんですよ。あーでも、はい俺は、はい。同じキャラで、同じ土俵で戦いたいって、その時は。超情熱を燃やして、なるほど。あったんですよ。はで、そこでビシャモンにキャラを変えて、で、全国大会の前夜ですよ。ええ梅原秋葉原にいる。あ、いたっつって。入ってみよう。俺ビシャモン絶対結構完成されてきたっつって。して、なるほど梅原乱入したらいきなり3連勝したら、はい梅原がこっち覗き込んできたんですよ。い。とうとう。誰みたいな。は大抜きじゃんみたいな。ふざけんなやつ最速で戻って連呼っすよね。02チャンプなんかに負けてしま俺ったと。超嬉しかったっす。あの3連勝未だに忘れないっす。
魂の連コインって俺は呼んでるんですから。超速いスピードでした。そこかよっら、ぽど悔しかったんだろうな。ヴァンパイアセイバー全国大会が始まるんです。なるほど。次回ヴァンパイアセイバー全国大会にて嘘。お送りしたいと思います。この次もサービス嘘。何それ。ずるいでしょその話、持ってき方。いやー、こっからが面白いんすよ。ベストちょっと8、ベスト8全員大抜ビル集合とか、いろいろあるんですよ。何それ。平井ガン切れとかあるんですよ。知りてえ。いろんなエピソードがあるので、次回、6抜き、また、あれば、ユーストリーム、あれば行きたいと思います。まあでもですね、この辺のことはちょっと本当に、俺、思い出がちょっとありすぎて、こんなこと本当に1000分の1、1万分の1の話なんですよ。だから、あれですね、本とかにしたいななんて本当に思ってて、うん。行きたいと思います。すいません。ロクさん、マイク大丈夫ですか？マイクが死んじゃってます。すいません、なんか700人もこんなくだらない話で、本当に楽しいでしょうか、こんな話は。いや、ですね、ゲーマーニュースが僕もすごい興味津々です。まあ、これが俺と梅原の出会いで、俺がゲーム、だから本当に、梅原がいなかったら俺人生変わってるんですよ。ゲームにここまで。ゲームをやってないんだよ、本当に。高校で、普通にすげえ楽しかったんですよ、高校生活が。だから、俺の生活ってもう終わってて、高校行くじゃないですか、寝るじゃないですか、梅原との対戦のこと考えるじゃないですか、で帰って梅原も同じこと多分考えてたんですよ、後から聞いたら。梅原授業中キュービーのこと考えてたとか、後から聞いた話なんですけど。で、まあ5時か6時ぐらいに、ブレザーで集合するんですよ、ベッドハウス。集合って友達じゃないですよ。どうせ来てんだろっていう感じなんですよ。で、スマッシュ顔でどっちかが先に一人を始めるんですよ。そうすると、トゥートゥートゥーつって乱入が始まるみたいな。来たみたいな。そんな毎日でしたね。なるほど。そこから、ヴァンパイアセイバー全国大会、B ブロックと E ブロックに分かれるんですよね、端々に。そこから始まるんですよ、伝説は。伝説が。なるほど、ぜひ聞きたい。まあ、そんな感じで、なるほど。次回お送りしていきたいと思います。ありがとうございました。はい。ヴァンパイア。はい。全国大会ゲーメス杯にてお送りしていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、700人もこんなくだらない話を聞いてくれてありがとうございました。